皆さんこんにちは。おにちゃんです。今日の動画を最後まで見ると、人気の異世界アニメについて知ることができます。そして楽しみながらリスニングやボキャブラリーを学べます。世界各国の字幕もあるので、ぜひ活用してくださいね。それではランキングスタートです。異世界アニメの名作第15位は異世界薬局です。このアニメは薬の研究者だった主人公が異世界に転生し、そこで病気に苦しむ人々を救っていく物語です。現代医学の知識と魔法を組み合わせ、通常では治せない病気にも挑戦し、次々と奇跡を起こします。優しさと深い知識で人々の命を救う姿が感動的で、異世界での治療の物語を描いた心温まる作品です。異世界アニメの名作第14位はゼロの使い魔です。このアニメでは普通の高校生平賀サイトが突然魔法の使える異世界に召喚されます。彼を呼び出したのは魔法があまり得意ではない少女ルイズ。二人は一緒に様々な冒険をしながら次第に絆を深めていきます。魔法や冒険に加え、少しずつ進展していくロマンチックな関係も見どころの魅力あふれるアニメです。異世界アニメの名作第13位はデスマーチから始まる異世界競争曲です。このアニメはゲーム開発者のプログラマー鈴木一郎が仕事中に突然異世界へと転生し、強力な力を得て冒険を繰り広げる物語です。異世界で出会うモンスターや強敵を相手にしながら新しい世界を探検し、次々と困難を乗り越えていく爽快なストーリーが特徴です。魅力的なキャラクターたちとの出会いや異世界ならではのワクワクする冒険が楽しめる作品です。異世界アニメの名作第12位は幼女戦記です。このアニメの主人公ターニャは前世では優秀なビジネスマンでしたが、異世界の世界で幼い女の子に生まれ変わります。しかし、その外見とは裏腹に、彼女は冷酷で戦略に優れ、軍隊で活躍します。独特な世界観や戦争の中で繰り広げられる壮絶な戦いが見どころです。ターニャの圧倒的な強さと冷静な判断力が
物語をさらに面白くしています。異世界アニメの名作第11位は異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術です。このアニメはゲームの世界に入り込んでしまった主人公タクマが最強の魔王ディアブロとして異世界で冒険する物語です。彼は召喚された二人の少女シェラとレムと共に旅をします。強敵とのバトルやユーモアあふれるシーンがあり、楽しく見られるファンタジーアニメです。異世界アニメの名作第10位はログホライズンです。このアニメはオンラインゲームの世界に閉じ込められたプレイヤーたちがそこでどう生きるかを考えるお話です。戦いだけではなく、仲間との助け合いやチームワークが大切で、みんなで協力して困難を乗り越えていく姿が魅力です。冒険だけでなく、仲間との成長や絆が感じられる心温まる作品です。異世界アニメの名作第9位は異世界食堂です。このアニメは異世界とつながる不思議なレストランが舞台です。異世界のさまざまなキャラクターたちが訪れ、おいしい料理を楽しむ姿が描かれています。毎回、異世界の住人たちが驚きながら料理を味わうシーンがあり、見ていると心が温まるリラックスして楽しめる作品です。異世界アニメの名作第8位はノーゲームローライフです。天才ゲーマーの兄ソラと妹シロがすべてがゲームで決まる異世界に転生します。そこで二人は卓越した知識とゲームの腕を生かして次々と難しいゲームに挑み勝利を重ねていきます。二人が繰り広げる巧妙な頭脳戦とスリリングな展開が見どころのアニメです。異世界アニメの名作第7位は転生したらスライムだった件です。このアニメでは主人公がスライムという弱そうなモンスターに転生しますが、実は強力な能力を持っています。彼は異世界で多くの仲間と出会い、平和な世界を作るために共に冒険します。個性豊かなキャラクターたちと予測できないストーリー展開が魅力のアニメです。異世界アニメの名作第6位は盾の勇者の成り上がりです。このアニメは異世界に召喚された主人公が
盾の勇者として過酷な戦いに挑む物語です。盾の勇者直文は最初誰からも信頼されず孤立してしまいます。しかし仲間たちとの力を合わせて敵と戦いながら徐々に強くなり、周囲の信頼を取り戻していきます。主人公の成長と仲間との絆が感動的に描かれた冒険アニメです。異世界アニメの名作第5位は無職転生異世界行ったら本気出すです。このアニメは人生に絶望した中年男性ルーデウスが異世界に転生して新しい人生をやり直す物語です。彼は今度こそ本気で生きようと決意し、魔法を学びながら冒険を通じて成長していきます。失敗から立ち直り、次第に強くなる姿が感動的に描かれた心に響く作品です。異世界アニメの名作第4位はオーバーロードです。このアニメはオンラインゲームの世界に閉じ込められた主人公アインズが最強の魔王として異世界で目覚める物語です。彼は圧倒的な力を持ち、次々と敵を打ち倒しながら自らの帝国を築いていきます。アインズの圧倒的な強さと巧みな戦略が織りなす壮大な物語が魅力のアニメです。異世界アニメの名作第3位はこの素晴らしい世界に祝福をです。このアニメは不運な事故で命を落とした少年カズマが異世界に転生して冒険する物語です。個性豊かな仲間たちと一緒にドタバタな冒険を繰り広げます。コメディ要素が満載で笑いが絶えない楽しいアニメです。ユニークなキャラクターたちの掛け合いも魅力です。異世界アニメの名作第2位はソードアートオンラインです。このアニメは仮想現実のオンラインゲームに閉じ込められたプレイヤーたちが現実世界に戻るために命を懸けて戦う物語です。主人公のキリトは卓越した剣のスキルを使い仲間を助けながら数々の困難に立ち向かっていきます。スリリングなバトルシーンと緊張感あふれる展開が見どころのアニメです。ここで1位の前にお願いです。この動画を最後まで見終わった後、
チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。これからもっと良い動画を作っていきたいので、感想やリクエストをコメントしてくれると嬉しいです。すべておにちゃんが返信させていただきます。よろしくお願いします。異世界アニメの名作第1位はリ・ゼロから始める異世界生活です。このアニメは異世界に召喚された主人公スバルが死ぬたびに時間を巻き戻す力を持ち、絶望的な状況を何度もやり直す物語です。彼は大切な人たちを守るために過酷な運命に立ち向かいながら成長していきます。感動的なストーリー展開と深く描かれたキャラクターたちの成長が心に響く魅力的な作品です。最後まで見ていただきありがとうございました。今日のランキングはいかがでしたか？今後も日本語学習に役立つ動画を配信するので、見逃したくない方はぜひチャンネル登録してくださいね。高評価ボタンも押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。